YouTube をご覧の皆様こんばんは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今日紹介する方は、今日も女性の方紹介します。簡単に紹介しますね。この方は生まれつきアトピーではないんですね。10年ぐらい前に、確か10年ぐらい前だったかな。10年ぐらい前に、なんかストレスでアトピーが悪化して、大阪のアトピー治療で有名な某中央病院に、入院した方なんですね。で、あそこの病院って本当に重症アトピーの人しか受け入れないので、多分彼女は結構重症なアトピーだったと思うんですよ。で、彼女がどれぐらいひどかったっていうのはちょっと写真見てないんで分かんないんですけど、過去のね。でも結構重症だったと思うんですよ。で、あそこで入院して、である程度、皮膚も綺麗になって、彼女は関西ではないんですけど地元に戻って、アトピーがまた悪化して、プロトピックステロイドを使ってでも治らなくて、あとなんだっけな、なんかカポジとかヘルペスとかなんかそんなにいろいろかかって、でうちに来たという患者さんなんですね。で、昨日写真送ってもらったんですけど、やばいっすね。やばい。いい意味でやばい。いい意味で。まだ治療開始して27日目かな、26、27日目かな、1ヶ月経ってないんですけど、すごいっすわ、回復ぶりが。写真見た感じ、だいたい 80% ぐらい回復してると思います。もう治りすぎじゃないかっていうぐらい回復してます。あれだけ回復するってやっぱすごいですね。でですね、一番最初の面談の時に、彼女になんかアトピーが治ったら夢ありますかって聞いたんですよ。じゃあ彼女がもう本当にアトピー治ったらもう普通の生活がしたいと、もう普通でいいと、普通の生活がしたいって言ってたんですね。で、この普通の生活がしたいっていうこの短い言葉の中にもう本当にもういろんな意味が含まれてると思うんですよ。アトピーの人だったら分かると思うんですけど、本当にアトピーって普通の生活ができなくなる、当たり前のことができなくなるんですね。例えばそうですね、友達と遊びに行くとかできないし、おしゃれもできないし、食べたいものも食べれない、旅行も行けない、もう本当にありとあらゆる当たり前のことが制限されるわけですよ。で、彼女はもう本当にアトピーが治ったらもう普通の生活がしたいって言ってたんで、もう本当にもう短い言葉ですけど、もう本当にいろんな意味が含まれてると思うんですよね。で、もう昨日写真見た感じ8割ぐらい回復してるんで、多分もう1ヶ月経ってないんですけど、多分もう彼女の夢は達成できると思ってます。はい、僕絶対に患者さんに夢はありますかって絶対聞くんですけど、アトピーが治るだけだったらやっぱ面白くないんで、やっぱりそれぞれの夢を達成してほしいと思ってるんで、ちょっと彼女に、夢が達成できるレベルまで、達したかっていうのはちょっとこの後のコンサルで、聞いてみたいと思います。はい、ではこの後彼女の生の声を聞いてみてください。どうぞお願いします。お願いします。写真昨日送ってもらって見たら、いい意味で、良くなりすぎじゃないですか。いや、本当にすごいですね。そうなんです。なんかあんまりその前の2週間目の面談からそんなに変わらないかなと思って自分でも画像を見返したら、全然違うと思って、そこからまたすごい傷がほぼないっていうか、もうなんか写真が全てを物語ってるっていう感じで、もうもう
結構8割ぐらい回復って思った方がいいんですかね。うん。ちょっと僕、そうですね。生で実際に見てないからわかんないんですけど、写真で見たら、うん。もう、いやー、アトピーってわからんぐらいですよ。そうなんですよね。傷とか、はい。そういうアトピーのガサガサはい。とかはもうほとんどなくて、はい。まあ、色素沈着はあるぐらい。はい。でも、傷ももうほとんど塞がってるし、はい。ガサガサでもないし、皮脂もすごいちゃんと出てるし、そうですよ。1ヶ月前、顔の中身が気になるって言ってたのと、その仕事の時そう、にね、作業で手が、アそうです。トピーが困るって言ってましたよね。そう、仕事の時はもうずっと指にガーゼ、この、なんていうの、手の甲はい。は包帯を巻きっていう感じで、顔はもう赤いし腫れてるからもうマスクとメガネで隠してっていうはい。感じでやってたんですけど、今はもう全然ガーゼもなく、包帯もなくって感じ。いや、最高ですよね。顔なんてもうは全然赤みないですよね。い。ないですね。そうで、すごい嬉しかったのが、はい。職場の方に、なんかすごい良くなってきたねって言われて、そのはい。もう2週間目の時点で、なんか新しい治療を始めたっていうのはもう言ってあって、で、そしたら、なんかすごい良くなってるねって言われて、で、ここ最近では、なんか本当に顔って、なんていうの、化粧水もつけてないし、もう何もつけてない状態で仕事に行くんですけど、何にも塗ってないのってすごい言われます。今ね、こうやって、動画でうん。顔を見てるんですけど、おでこめっちゃテカってますよ。知ってます？ちょっと仕事帰りで。あ、仕事帰りで？はい。いや、めっちゃテカってますけどね。テカるんですよ。今、自分のその顔とか見れます？カメラで。映ってるのかな？映ってないか。うん、テカってますね。テカってますよね。テカって結構常にテカってます。いいですよね。顔が赤かったのと、あと首か。首もちょっと書き傷ありましたよね。そう、こう、なんて言うんだろう、横の首のシワに沿ってはい。亀裂はい。がピーってあったありました、ありんですけど、ました。横に。もう全くないし、ガサガサでもないっていう。もうほんなら肌質も変わって、うん。全然うん。ガサガサはしてないし、触っても、皮膚が落ちるところが全身でないっああ、ていう。すごいな。もう1ヶ月でこれだけ回復したら、はい。多分僕は全然言うことないので、今日コンサル早く終わりましょうか。それぐらいもう優等生ですよ。でもね、ちょっと僕ずっと考えてて、1ヶ月間でこんだけ早く回復するのはなんでやねんと、ちょっと考えてたんですよ。はい。その答え知ってます？運動。いや、絶対それです。やっぱり運動がもう、そのアトピーの回復にかなり影響してるなっていうのは、ちょっと僕分かりましたね、今回で。ああ、でも、また改めて自分でもそれは実感しましたね。前のそうです。コンサルの時に、はい。ももう走ってもいいですよってなったじゃないですか。はい。だからそっからちょこちょこ走るようにして、はい。で、今はもう必ず10分は走るっていう風にしてるんですけど、やっぱそうすると傷の治りも早いし、はい。あと、運動して必ずすぐお風呂に入るんですけど、はい。そのお風呂での汗の出方がもう全然違うし、もうドワーってすっごい出るんですよね。だ汗のかから、き方が半すごいすっ端じゃない。きりする。そうなんです。はい。そう。で、あと、痒くもない汗で。
ですよね。僕1ヶ月目にはあまり運動はしなくていいですよって言ってるんですよ。1ヶ月目は。はい。で、それはやっぱりみんな最初かき傷があるじゃないですか。はい。で、汗をかくとやっぱり染みて嫌がる人がいるので、ああ、そうですよね。で、1ヶ月目はある程度その微生物の力を借りて炎症を抑えて、2ヶ月はい。目、もうどん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 運動しろというう感じにしてん。るんですよね。でも、1ヶ月目からバリバリ運動させた方がやっぱいいですよね。うん、どうなんだろう。でも、傷があったり、はい。私は多分もともと運動に慣れてるからっはい。ていうのもあって、大丈夫だったと思うんですけど、そのちょっと痒くても、た、なんて言うんだろう、耐えられるっていうか、今だけだっていうのを知ってるんで、はい。だけど多分運動してこなかった方が傷があって、運動すると最初すごいベッタベタの汗が出るんで、それに耐えられないっていう人の方が多いかもしれないですね。もうほとんどそれですよ。1ヶ月目でね、運動しなさいっつったらみんな心折れるんですよ、やっぱり。いや、本当にそうだと思う。あのかゆみと、なんかもう余計ひどくなるんじゃないかっていうのはすごいわかるし、私もそうだったんで最初。でもそれを乗り越えれば、本当に汗の質も変わるし、一気に肌が、なんて言うんだろう、強くなって、傷が塞がるのが早くなるっていうのはもう分かってるんで、もう走ってます。すごいな。もうこれは今日すごいいいこと言ってくれましたね。僕もね、みんなに運動がめっちゃ大事やでと、うーもう皮ん。膚を鍛え上げるためには、肌の質を変えるためには運動が絶対必要だって言っているにもかかわらず、やっぱりお風呂をはい。重視する人はやっぱいるんですよ。うんうんうお風呂さえん入ってりゃ治るんじゃないのみたいな。うん。うんうん。でもそんなことないですよね。そんなことないですね。だっはい。てお風呂入って治るって言っても、期間はね、もうやっぱりこの治療の期間って限られてるから、その後どうするかはもうやっぱり運動ってなるわけだし。お風呂ね、微生物を入れておうん。風呂入ってるだけで皮膚は綺麗になるんですけど、肌の質はう変わらないんん。ですよ。多分。あ見た目はあ。綺麗なんですけど、まだ弱いままなので、そうの強いん。皮膚するためにはやっぱり運動して汗をかいて鍛え上げないといけないんですよ。うん。で、今回ね、もう訓練開始する前からルームランナーとか買ってたじゃないですか。はい。ジやる気満ムに行けないので。で、やる気満々でしたよね。やる前から。すごいですよね。でも本当にルームランナーは、あの、皆さん買った方がいいと思いますっていうか、やっぱり本当にそう思います。もう、買う。雨の日でもできるし、そう、あと、すぐお風呂に入れる。うん。気にせず運動できるっていうのは、やっぱ一番大きいです。そうですよね。やっぱり、うん。こう、近くに運動するものがあれば、やっぱり楽ですよね。そう、楽です。だってもし、ルームランナーなかったら、仕事から帰って、今の私で仕事から帰って、そっから、まあ、軽くちょっと食べて、外を歩きに行って、で、帰って2時間お風呂なんて、ちょっと私、無理だったかもしれないと、もうサボっちゃってたと思います。なるほど。なるほど、なるほど。そっか。1ヶ月前にね、面談で僕が夢何ですかって聞いたの覚えてますか？自分の普通の生夢活。覚えてます？自分の夢。なんでしたっけ？普通の生お、活。忘れちゃいました。あれ、とにかく普通の生活が送りたいじゃなかっそうそう、普通のたでしたっけ？生活が送りたいと。そで、おしゃれもしたいと。う。うんうんうん。いもうできるんじゃないですか、おしゃれ。や、まだ、まだまだ。自分ではもうちょっと鍛えたいっていうか、
なるほど。あと、うん、普通の生活に戻りました？は、うん。なんだろう、私の思う普通の生活は、朝起きて、はい。普通に素手で顔洗ったり、はい。もう眠たいと思ったら、普通に寝る。お風呂上がりも、なんだ、乾燥も気にせず、その後、ガーゼ指に貼らなきゃとか、寝る前に包帯巻かなきゃとか、そういうのが、なんていうんだ、一切ない生活っていうのが普通だったんですけど、当たり前に仕事に行けるとか、当たり前に服を着替えれるとか、アトできますね、ピーの人、今。アトピーの人ってそれできないですもんね。当たり前そう、のことできが当たり前のないです。ようにね。そう、お風呂に入るにも、はーってなるし、お風呂出た後も、乾燥でとか、かゆいしとか、何か塗らなきゃとか、服着替えるにも、黒い服はやめようとか、肌の隠れる服とか、もう考えるだけで痒くなってくるんですよね。本当に外出するにもすごい一苦労っていうか、そう日常生活も寝る前に今夜は書きませんように、今夜は肌が傷つきませんようにって多分みんな願いながら寝てる人とかも多いと思うんですよね。だからそういうのがもう一切ないっていうのが普通の生活、私の。で、今は今送ってます。もう今、かゆみから解放されて、寝る時も、もうぐっすり眠れるっていう感じなんですか、もそうです。全く書かないですね。う。うわ、すごいな前は、ちょっと前まではもうコロコロ布団にかけてたんですけど、やっぱり落ちるから乾燥してたりとかして、もうかけないです。普通に。すごい幸せですね。そうでしょう。アトピーがある程度改善したら、本当にもうなんか夢のような人生待ってますもんね。そうなんです。もうガーゼ買わなきゃとか、テープ買わなきゃとか、なんかドラッグストア行かなきゃとか、もう全くないし、もう、このね、黄色ブドウ球菌の治療に行き着くまでに、いろいろ入院とかされてたじゃなうん。いですか。はい、しましたはい、ね。もっと早く来ればいいのにと思いますよ。そう、本当に。でもなんか最初、もう結構数年前から、黄色ブドウ球菌さえなければって思ってはいたんですけど、その先生の治療、そういう黄色ブドウ球菌撃退法っていうのに、あの、見つからなかったんですよね。たどり着けなくって、たどり着いてたら本当にもっとすごい楽だったっていうか、こんなに肌が色素沈着がいっぱいつく前に治せたかもって、すごい思います。そうですよね。もうね、うん。写真見たら、あと肘の色素沈着が取れば、あと手とかね、ちょっと色う素沈着が残ってん。るんで、それさえ取れたらもうおしゃれもしまくって、もう夢のような人生が待ってるかなと僕は思ってうるんですよ。ん。で、なかな残りのか取れない。その色素沈着とかはもう本当に、はい。もう皮膚を鍛え上げて、肌の質を変えるしかないんで、代謝を上げて、うん。残り2ヶ月間でちょっと消し去ってほしいですね、本当に。そうですね。はい。でもこのなんだっけ、白斑が消えないんですよね、もう。白斑はね、レーザー治療で消えますよ、レーザーで。白いのにレーザー当てるんですか？当てますよ。レーザー治療で消えますよ。えー、ね、大阪でね、その白斑専門治療っていうのがあって、はい。そこのレーザー画期的ですよ、白斑で。白斑ってもう、色が完全に抜けちゃってるそう、真っ白いやつでしょ、白いやつでし状態。ょ。はい。そはい。れを、そこにレーザーを当てるんですか？当てます、当てます。そしたら色が戻ってくるんですよ。全然想像がつかないね。はい。えー、白斑の治療はもう間違いなくレーザそうなんですー。ね。絶対レーザ
もうこれはもう一生もう戻らないものだと思ってて、はい。そう。白斑ってね、種類があって、尋常性白斑と、あとはその、書いて書き崩れまくって、その色素を抜いた白斑って2種類あるんですよ。はい。尋常性白斑だったらもうレーザーで画期的で回復しますよ。それは何ですか？レーザー治療。なんていうの？書いて、ついた白斑はレーザー治療では治らない。それはやったことないからわからないけど、尋常性白斑はレーザー。でも、尋常性白斑って何ですか？その、なんか、書き傷とは全く別の理由で、勝手に皮膚が白くなっていく病気があるんですよ。はい。よくいません？その手とか顔にもう真っ白い皮膚がなってる人、見たことないですか？なんか乾パンみたいな感じですか？ちょっと違う。白斑って検索すれば結構出てきます。もう顔だけ真っ白とかね、部分的に。はい。もう手とか真っ白とかね。なんかまだら模様のね、状態言うんですよ。うんうん、でももし白斑で困ってるんだったら、一回レーザー治療を受ける価値は、絶対あると思いますよ。保険適用できますからね。あ、そうなんですね。はい。1回1500円ぐらいやったかな、確か。へえ。はい。もしよかったら大阪にいいクリニック紹介しますわ。大阪まで行かないといけないですね。多分ね、そちらでも探したらあると思いますよ。僕、そのクリニックのホームページ送ってあげますから。はい。はい。お願いします。もう白斑も治ったら言うことないじゃないですか。本当ですね。本当にはい。そう思います。そうでしょ？うん。ね、まあ、とりあえず、もう1ヶ月でここまで良くなったっていうのは、もう本当に、うん、もう感動です、僕も。はい。で、しかも今回、運動がすごく大事だっていうことを証明してくれたので、本当にありがとうごはい。ざいます。いえ、こちらこそ。あの、あと、はいはい。この前の面談終わって数日後から、はい。サプリを飲み始めました。あ、いいんじゃないですか？全然。そう。めちゃくちゃ美味しいです。いいですね。サプリメントは合えば全然いいのでね。ただね、うサプリメンん。トはずっと飲むものじゃなくて、はい。もう1ヶ月ぐらいが一番効くんですよ。うん。で、あとは2ヶ月、3ヶ月ってなると、やっぱり効き目が悪くなるんですよね、サプリメントは。あ、そうなんですね。だから、あれはずっと飲むもんじゃないんでね。3本ぐらい買っちゃいました。あ、いいです、いいですよ。3本ぐらい買って、で、もうその効果が出たら、もうやめていただいうん。て、で、また効果が出るには、また半年後飲んだら、また、結構改善しますよ。効果も出やすくなるんで、ずっと飲み続けるものではない。はい。栄養、間を空けるんですね。間を空けた方がいいですね。うん。うん。あれっていつ飲んだらいいんですかね？いつでもいい。いつでもいい、いつでもいい。夜の方が効はい。果が出やすいのか、はい。朝の方がいいのかとか、それはい。とも朝と夜の方がいいのか、ちびちび飲んだ方がいいです。1日分けて。一気にじゃなくて、はい。ちびちちびちび。びちびちび。はい。栄養素を体の中に入れといてくださうい。ん。はい。わかりました。体に合えば劇的に改善するスピードが上がると思うので、ただ、はい。ここまで回復したら、多分やっぱりサプリメントの影響かな。どうなんでしょう。でもそれもなんかありそうな気がします。細胞をね、復活させるんでね、あれは。うん。最高ですよね。8月と9月は最高の月でしたね。よかったですね。はい。今なんか心配事とか不安とかないですか？入浴剤の E がもうないです。ないか。あれみんななくなるんだよ、早く。あれなんでですか？私間違えたのかなと思って入れ方を。はい。そうだからもう2日前ぐらいから入れないよりかは半分でも入れた方がいいと思ってはい。半分にしてはい。ちびちび入れてるんですけど、正解。その方がいいですよ。うん。でももう多分今日で終わる今日で終わります？ぐらい。
あれね、600グラムあるんですよ。は600い。グラム送って、で、スプーン1杯20グラムなんで、単純計算したらはい。30日持つはずなんですよ。はい。ちゃんとすり切りにしてるはずなんですけどね。本当です微か？妙になってないのかな。ちょっと少なめにしてもらっていいですか？あ、わかりました。E のやつはね、すごい強烈な微生物なんで、はい。はい。あれも来月絶対送りますんで、はい。お願はい。ちょっいします。と少なめにしておいてください。はい。で、ちょっと僕から一つお願い聞いてもらっていいですか？はい。やっぱりね、僕が運動しろって言ったところで皆さんやってくれないんですよ。うん、僕から言うと、なんか、説得力がないっていうか、はい。ぜひ、もう、ちょっと運動がどれぐらい大事かっていうのを、この動画多分ね、将来ね、100万人ぐらいの人が見ると思うんで、はい。ちょっと100万人の人に向けてメッセージ送ってもらっていいですか？わかりました。はい。大丈夫かな？えー、運動、うん。最初は、多分みんな傷とかあると、本当に辛いと思います。じわっとした汗で、すごいかゆみも出るし、で、それを書くことによって、余計悪化したりもするし、で、本当に大丈夫かな、これって大丈夫かなって、多分みんな思うと思うんですけど、本当にそれを一歩乗り越えると、もう肌がすごい変わるし、汗の質もサラサラになるし、傷の塞がりも早くなります。なので、運動は本当にした方がいいです。皆さん聞きましたか？大先生が言うんで間違いないですよ。運動は必ず重要ということを覚えておいてください。はい。先生、こんな感じでよろしいですか？はい。逆に大丈夫ですか？いやいや、本当にそうですよね。でも、今回本当に運動が、アトうピーのん。改善にかなり影響するっていうのを僕、本当にもう実感できたんで、うありがとうん。ございます、本当に。はい。残こり、ちらこそ。まあ、間違いなく残り2ヶ月で卒業できるレベルなので、あと、まあ、ここはい。まで回復しても2ヶ月残り頑張ってください。はい、頑張り。もう今の状態でもかなりもう心配ない感じなので、はい。うん。とりあえず、このまま突き進んでください。はい、はい。頑張ります。あと大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。じゃあ、これにてコンサル終了しますね。はい、ありがとうございお疲れました。あ様です。りがとうございます。